あるところに木材忍者がいました。実験はあるところに木材忍者がいました。おいらは何にでも変身できるぜ。ある時は積み木になり、ある時は机になり、ある時は家になり、スパイとして活躍していました。ところが割り箸に変身していたある時、ついにスパイだと気づかれ捕まってしまいました。うわー、出られない。しかしこの情報だけはボスに伝えなければ。こうなったら最後の手段、分身の術ということで、木材忍者が捕まったところを再現してみました。試験管の中には木材忍者が分身した割り箸、そして入り口はゴム栓でしっかりと閉まっています。ゴム栓には小さい穴が開いていますが、木材忍者は通れませんね。分身に必要なのは火です。ではよく観察していてくださいね。それではレッツサイエンス。だんだんちょっとずつ黒くなってますね。あと白い煙がもにょもにょっと出てきました。煙がなんか下に来て出てきた。出てますね。あと周りがちょっと茶色くなってますかね。なんかすごい黒くなってきましたね。割り箸は黒くなって煙が白くって周りが茶色い、すごいいろんなことが起きてそうですね。いっぱい出てきた。確かになんか茶色っぽい黄色っぽい液体もなんだか出てきてますね。試験管のところに張り付いてますね。なんかこの辺にすごい液体が溜まってます。なんかすごいいい香りするな。なんかいい香りする。甘い匂いですね。あんま吸うと良くないだろうけどなんかいろんなことが起きてますね。なんか一気にね。今回もこのように液体が出てきましたが、試験管の口を上にしているとこの液体が熱している熱いところに流れ込んで試験管が割れてしまう恐れがあります。なので固体を熱するときは試験管の口を下にします。ファファファ、おいらは木材が分身した木ガス。このままボスの元へ向かうぜ。おいらは木材が分身した木タール。木ガス、あとは頼んだ。木ガスよろしくっす。おいらはキャラが崩壊してきた。木ガスよろしくっす。俺は木材が変身した木作液っす。木ガス頑張るのよ。私は木炭でございます。先ほど出てきた白い煙は木ガスと言います。この木ガス、主な成分は水素、メタン、二酸化炭素、一酸化炭素で、火を近づけるとよく燃えます。
では試験管が冷えたので開けてみましょう。いきます。まずなんか香りがすごい、なんだかちょっと酸っぱい感じと、あとなんかカラメルがすごい焦げて、なんかさらに焦げてみたいな匂いがしますどういうことなんかちょっと甘い香りもするんですよね。でもなんかとにかくこんな香りだったっけみたいな、木燃やしてこんな香りになったっけっていうのがなんかちゃんと嗅ぐとちょっと甘い香りがします。じゃあ開けてみます。おー、出てきた。うわ、臭い今一気に来たわ。一気に来た。一気に吸い込んじゃったうざい。うわこっち来ると臭いんだよここがちょうどいい。すごいね、なかなか強烈な匂いがしますね。おー。でこの茶色っぽい液体が木タール、そして匂いの元になっているのが木作液です。この強烈な木作液ですが、植物を育てるときに虫や病気から守るために使われたりします。そして奥に残ったのが木炭です。おー、木炭すごい臭い。でも木炭みたいのに臭い木と木炭は両方燃えます。では燃え方を比べてみましょう。木は炎を出して燃えて煙やすすも出ます。木炭は炎を出さずに真っ赤になって燃えていますね。木炭は風が吹いても消えず、煙やすすが出ないので、焼肉やストーブなどいろいろなところで利用されています。今回のように新しい空気を入れないで強く熱することを蒸し焼き、もっと難しい言葉で言うと寒流と言います。それでは今回のまとめ。木は蒸し焼きにすると木ガス、木作液、木タール、木炭に分身します。そして固体を熱するときは試験管を口を下向きにするということもぜひ覚えておいてください。いやー、なんか木をこう熱するとか焚き火とかいろんなところでやったことある人もいると思うんですけれども、こういうふうに新しい空気を入れないようにして熱する、反応ってすごく面白いなと思いました。あと意外とね、ほんと匂いが強烈なんですよなんかやっぱ木って改めてすごいななんて思っちゃいました。私の名前にもね樹木の字が入っているので、私もなんか分身できそうな気がしました。ということで今回の動画がためになったよ、面白かったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。